さあ始まりました採掘ベッドガールズ、私柴田です。そして屋敷りさです。はい、よろしくどうぞ。さあこの番組を回数を重ねてかなり話題になってきましたね。ねえ、ツイッターでもバンバンちょっと話題になってるんですけれども、素晴らしい、皆さんのおかげです。皆さんのおかげってさ、誰なんですか皆さんっていうのはこちらの方々ですね。ありがとうございます。ちなみに柴田マネージャー、今のところ、あ、この子いいじゃんみたいな子はいらっしゃいます？僕は一応一輪車の佐藤さんを一番初めに推してましたけども、最近星野さん、星野さんだっけ、なんだっけ、あ、白星さん、白星さんのコスプレがすごい楽しみなんですよ。夏井ちゃんの、毎回違うからいろんな衣装見られるんで、結構面白いですよね。だって100着以上持ってるっていうからさね、3日に一遍会っても絶対違う衣装で会えるわけだから、ちょっと楽しみだなと思いましてね、頑張っていただきたい。ね、選ばれなかった皆様です。頑張りましょう。やっぱりマネージャーさんにね押されてなんぼな感じなので、タレントさんは。そういうリサさんは？私はですね、悩むんだけど、ランキングでもね、あさにゃんとかね、あ、ちかちゃんもちょっとランキング上がってるんですけれども、私個人的にはひなのちゃんが、そうなんです。なんかすごい本当にいい子そうだなって。さっき楽屋でめっちゃ悪口言ってました。ビットプロダクションの会長から今回ビットガールズに与えられた課題はインタビューの腕を磨け。 MC タレントを目指すビットガールズにはインタビューのスキルは必須ということで、今回お呼びした先生は、本日の先生はこの方です。どうぞ。いやどうしよう。吉田剛さんです。どうもお願いします。お願いします。プロインタビュアーというです。今回の先生はプロインタビュアーの吉田剛さん。数々の大物芸能人にインタビューし、いろんな話を引き出してきたそのテクニックを学ばせてもらいましょう。誰もが知っていらっしゃるプロインタビュアーの吉田さんなんですけれども、この兄弟でおなじみですよね。誰も知らないですよ。ちなみに吉田さんがパッと見て気になる子いらっしゃいますか？パッと見てじゃないですけど、西田愛さんは僕は前から接点があって、そうなんです。非常に変わった人で僕は好きです。いや、内面は相当面白いですよ。ツイッターやばいですもん。週1ぐらいで結構荒れていろんなものに怒ってる感じ。いろんなものそうなの。怒りそうに見えないの。張り付く人にすぐにもう論破しかかるっていうか、もう戦いがすぐ起きますから。誕生日にも揉めてましたから。言われろよ。そんな日ぐらい。誕生日一日中ツイッターで炎上してて、ずーっとやり取りしてる誕生日でした。ではちなみにビットガールズが吉田剛さんに聞きたいことがちょっとたくさんあるので、もういくらで質も。問をまずはこちらです。本当にあるのかい？なぜインタビュアーになろうと思ったのですか？これ誰ですか？はい。はい。インタビュアーさんになろうって思うって結構不思議ななんか気持ちじゃないですか。職業としてね、あんまり確立してる感じがしないから、俺の将来の夢はプロインタビュアーなんですってこともあんまり見たことないですないです。その肩書き自体僕が勝手に作ったものなんで。あ、そういうことなんですか。僕がでっち上げたら最近増えたんですよ。なるほど、インタビューで飯食い人が。いや、知らない人が肩書きプロインタビュアーになってたりとか。フリーライターってすごい漠然としすぎるんで、分かりやすくしたいなと思って、こうやったら分かりやすくなりすぎてインタビュー仕事がすごい増えたと。なるほどね。面白い。やっぱインタビューするんだったらプロに頼みたいって思うもんね、なんかね。名乗っといて損はないですね。そう勝手につけた方がいいよね。肩書きをキャッチーにすることでその仕事が舞い込みやすくなる。これはぜひ学んでおきたいアイデア。それでは次の質問はこちら。どうして金髪なんですか？誰ですかこれ？私ですね。はいなんか私一番最初に見たのが、友達のミス ID の結果発表で今年ので見たんですよ。その時になんで金髪なんだろうって思いました。なんでなんですかこれ？深い意味は何もないです。
ただあんまりちゃんとしたイメージで見られたくないんで、金髪っていうのもあるんですよ。これで僕の写真がいつも椅子持ってるやつ使ってるんですけど、すごい怖がられるんですよ。でもあったら腰低いし、であーみたいな感じで。こっちについてるからこっちが決めますけど。いやいや。ちゃんとこういうセルフプロデュースも少し考えてるってことですね。ですよね、その辺はね。それでは続いてこちらです、おしゃべりが苦手な人からトークを引き出す秘訣は？これ聞きたいね、答え。さすが大人だよね。質問が大人。なんかすいません。確かにキャスターされてるから余計ね。そうなんです。私自身も MC とかキャスター業をしてるので、いろんな方にインタビューする時があるんですけど、おしゃべりな人って結構自分から喋ってくれるんで楽なんですけど、全然なんかリハの時はめっちゃ喋ってくれるのに、はい本番ってなるといきなりこう喋らない人とかがいて、そういう人からどうやったらお話を聞けるのかうまく、それをプロインタビュアーの吉田さんに聞きたいです。だからテレビとかでやるインタビューと紙でまた違うと思うんですけど、僕紙なんでもう全然焦らないんですよ。もういくらでも話付き合いますんで、全然話下手でいいんで、ゆっくり今日はやりましょうって思うので、ちょっとずつ心開いてもらう。なるほど。でもだからスイッチ入るのが1時間経ってからとかもたまにあるんですよ。じゃあその場合はもう粘るんですか？粘ってそのままの1時間は一切使わないっていうとかもあるし、どんなって使ってもいいんで、それこそちょっと緊張してたら場所変えて、すみません酒飲みに行きましょうって感じで飲みながらの取材にするとかでも、どんな手を使ってでもとにかく緩い感じに持ってきて話してもらう。いい場所変えましょうなんて、だって佐野さんにさインタビューされてちょっと場所変えませんって言われちゃってどこに。ちょっとお酒飲めるところでお話をみたいな。いやマジでねえ、俺は心開くけど佐野さん何開いてる？私の場合は誤解されますよね。僕はだから全然そういうのないんで。続いてはこちらです。聞いたことと話をすり替えて答えが返ってきた時どうしますか？なんか日常生活でもありませんか？なんかこう聞いたのにいやその話じゃなかったはずなんだけどみたいな、そのわざと脱線して話をすり替えてきたなって思う人の時って結構粘るんですか？人によりますね。脱線した話が面白かったら付き合いますけど、あまりにも脱線繰り返したら指摘もしますよ。さっきから逃げてますよねみたいな詰め方もするし、脱線の仕方が面白かったらもうひたすら脱線をさせてください。石原慎太郎さんって人がいて、あの人は本当に逃げ方が同じパターンなんですよ。困ると突然ヨットの話を始めるんですよ。マジですか？ちょっと詰められてまずいなと思ったら、俺が昔ヨット乗ってた時にさ、今ヨットの話全然してないですけどみたいな話が3回4回と繰り返されて面白くなってくるんですよ。またヨット来たみたいな感じで。石原さんのヨットって実際やってたのってあれって若い時若い時ですってだけですよね。でも今もなんかヨット関係のあれやってますけど。戸塚ヨットスクール関係。そうです。石原さんいつもヨットの話結構してるイメージがあるんで、乗りましょうよみたいに誰か言うと思いきや結構そのままご高齢になっちゃったんで、このままもしかして石原慎太郎はヨットに乗らないまま死んじゃうのかなと思って、私個人的にすごい不安なんですよ。ヨットに乗ってほしいんですよ。私は。こんだけヨットにこだわりあるんだったら乗せないとっていう。乗ってほしい。ヨットに乗ったらまたそういうなんかヨットの短編書きそうじゃないですか、死ぬ前に。それがめっちゃいい作品だったらやっぱりなんかこう柄ってね、やっぱり石原慎太郎は作としたら良かったみたいになるかもしれないじゃないですか。絶対ヨットに乗るべきだと私思ってるんですよ。面白いね。急に入りましたけど。まさか石原慎太郎のヨットにスイッチが入ってる。そこにスイッチがあるとは思いませんでした。それでは続いてこちらです。インタビュー相手と適切な距離の取り方は？私なんですけど、なんかその人にすごいなんか例えば入れ込んだりとか、なんかいい人だなって思ったりとか、逆にすごい嫌いだなって思ったりとかして距離を取られてるイメージがあって、そのインタビュー相手の方と。それってどういう風ななんか秘訣というか何かあるのかなっていうふうにすごいいつもなんか気になってるんで。本当これ僕のモットーで、僕は敵でもないし味方でもないっていうスタンスっていう、近づきすぎないようにするんですよ。信頼されすぎない。やっぱ市場が入っちゃうとちょっとまたね、聞きにくいこと聞かなくなっちゃうし、書けないこと増えちゃうじゃないですか。あなただから話してあげるけどパターンがたまにあるんですよ。書かない前提でみたいな。書きたくてしょうがないですよこっちは。そうですね。秘密握っちゃってんだから。さあここからは数
数のスターをインタビューしてきた吉田さんにビットガールズたちのブランディングに役立ちそうなヒントを教えてもらいたいと思います。はいはい、了解です。すごいこう売れてらっしゃるもうトップスターのアイドルさんだったり女優さんだったりっていうのはブランディングできてるものなんですかね。まあそうですね。ある程度まで行った人はやっぱり、そっち側の人だと思いますよ。トップを走るアイドルたちは一体どんなセルフブランディングをしているのか。これはビットガールズたちも気になるはず。スターに学ぶブランディング術、まずはこちらです、どうぞ。鉄壁のガード。これインタビューする上では本当に迷惑な話なんですけど、でもたまにいるんですよ、インタビューしに行って、ガードが硬すぎてっていう人。つい最近島崎遥香さん AKB のパルルインタビューしたんですよ。パルルもともとインタビューだとかなり過酷らしい大変らしいっていう噂聞いてて、でも正直まあ僕も相当やってきてるからなんとかなるだろうと思ってたんですよ。全然だったんですよ。久しぶりに大変な戦いになって、塩対応ってこと？何を聞いても大体「はい」とか「そうですか」で終わる感じの、なかなかラリーにならないんですよ。でこっちがいろいろ例えば以前こういうふうに言われてましたよねって言うと「私はそうは言っていません」。普通だったらディテールちょっと違ってもちょっと乗っかって自分の方向に持っていけないですか。そういうの絶対しないんですよ。まあ読んだ人がみんな胃が痛くなるって言ってたレベルのインタビューになってます。その辺のやっぱこうなんていうかね、明かさないというか、そういうところもやっぱりこうブランディングの一つなんでしょうね。結果面白かったし、でなんだろうな、誰かに似てるなと思ったら前田敦子さんもちょっと近いタイプだったんです。そうなんだ。映画とか自分の好きな話の時はすごいスイッチは入るんですけど、そうじゃない質問にあまり乗ってこない感じで結構大変だったんですよ。でそれで思うのはやっぱり秋元康さんはああいうコントロールしにくい人が好きなんだなっていう。秋元先生何でもやりますみたいなタイプじゃなくて、かなりこれは手綱握るの大変だなみたいなタイプを面白がる人で。でもそれ素質じゃないですか。ですね。そもそもそうやってやってみようって言ってなんかわがままなふりしたりとか、そういう子って絶対売れないじゃないですか。ですね。ボロは出ますよね。そう、そこの違いが難しいですよね。誰例えば。やだ、いろいろ。わからない。付け焼き場で何がやろうとしたら大体ボロ出ますよね。そうなんですやっぱりね。だからそこがねちょっとすごい難しいと思うんですけれども。あれを通して売れるのはでもなかなか難しいともちょっと思いますけど。ですよね。はい、スターに学ぶブランディング術。続いてはこちらです。キャラ設定。どういうことでしょうか。今の話に近いけど。近いですね。まあ皆さんいろいろ考えてやってると思いますけど、やっぱよっぽどじゃないと、ダメですよね、キャラも。代表格で言うとやっぱりゆうこりんとか。あ、こりんせん？ゆうこりんは完成度が本当に高くて僕本当大好きなんですよ。事務所とかが押し付けたキャラじゃなくて自分で考えていったものとして好きなんですよね。じゃあインタビューする時もその設定の通りにずっと話されるんですか？設定の裏の揺らぎが聞きたい感じで、例えばゆうこりんを尊敬してたのが道重さゆみさんで、で道重さんもキャラをかなり作り込んでたじゃないですか。自分可愛いキャラみたいな。プリンセスキャラみたいなのね。でも実際はそうじゃないわけですよ。話してみると、本人はものすごいやっぱりコンプレックスの持ち主で、バラエティーとか出ていく上でそういうキャラを演じきって。嫌われてもいいからモーニング娘。を有名にしようって腹をくくった人で、だからそういう葛藤がどんどん出てくるんですよ、話してると。腹をくくってる部分とそのブレ、その両方いいんですよね。泣けちゃう。そう思い出しただって若くしてさ、テレビ出てさ、可愛いって自分で言い出したらさ、バッシングなんか絶対浴びるよ。ですよね。そこで折れない心っていうのはすごいですよね。あれは嫌われる覚悟で出てってましたからね。バラエティ番組に出てった時に最初に気づいたらしいんですよね。モーニング娘。が世間に全然今知られてないっていうか、今何人いんのぐらいの感じで、確かにこれは私が嫌われてもいいから何とかしなければになっていった。なんなのそのグループ愛。かっこいいな。すごいよね。キャラ設定をされてて、でもその揺らぎを聞き出すっていうのは、どれぐらいの塩梅で書くんですか？まあ前提キャラでやりながらポロポロ出るじゃないですか。やっぱももちもキャラ完全に作り込みながら、キャラじゃないですみたいなことを言い張りながらもポロポロ出るんですよ。そういう覚悟とか。ももちさんもすごい覚悟が出てくるって面白いね、聞いててね。僕アイドルの覚悟とか大好きなんですよ。アイドルが腹をくくって一歩踏み出す瞬間みたいなものに。だってやっぱ多くの人やっぱりあまり考えてなかったりすることも多いと思うんですよね。
ちやほやされることもやっぱり多いでしょうし、それも才能なんだけどもね、そんな中チームのために私嫌われてもいいとかと思うとか、あの星から来たっていうもう人生でやっていこう、これに星という星から私は来たんだとこうやっていこう、気持ち悪いよそんなやつ。すごいですすごいよね。でもそれを通したんですよ。ももちもアイドルもうやめちゃうじゃないですか。そうなんですよね。それなんか桃子さんは一回その最初もともとバラエティ番組でめちゃイケの AKB 以外だらけの運動会みたいな企画で脚光浴びたんですけど、あの時の桃地があまりにもすごくて、インタビューでその話だけ聞きに行ったことがあるんですよ。要するに当時アップフロントハロープロジェクトと AKB の間にものすごい溝があって、AKB って名前も出しちゃいけない時期だったんですよ。その時に突然 AKB の会いたかったの替え歌で歌い出して蹴られるっていうのが最初の発端なんですよ。それをやること自体事務所的にはアウトなんですよ。つまり嫌われる覚悟でカラオケで練習してあそこで突っ込んでいきましたっていうとか聞くともう最高ってなるじゃないですか。そこで気持ちよかったもん。そうなんですよ。蹴られてんのマジで。あんなに痛々しさのないアイドルっていないじゃないですか。やられきって、それ一発でバラエティーでね位置を掴んでっていう。すごいですね。そこまでやりきれるかどうかですよ本当に。覚悟っていうの大事ですよ。そう覚悟努力ね、本当に学ぶこと多いんですけれども、というわけで続いては VS アンタッチャブル柴田公開インタビュー。それではビットガールズたちがついにインタビューに挑戦。相手からどれだけ真の話を引き出せるのか。その標的は柴田マネージャー。それでは吉田先生にビットガールズにインタビューの極意を教えていただきたいと思います。はいまずは手始めにビットガールズの誰かにインタビュー役をしてもらいたいと思います。柴田さんにインタビューしたい人どうぞ。みんなあげて。ほらこれチャンスだよ。ここであげない人はもう売れないと思った方がいい。嘘でも全員あげるんじゃないよ。ちょっとスタッフさん、スタッフさん、仕込んでてよちゃんとスタッフさん。まずはキャスターをされてる。やってるんだからだって。ねえ。でしょ。頑張ります。キャスターをやっている佐野真也。さあどれだけ柴田マネージャーを掘り切れるのか。よろしくお願いします。どうもすみません。柴田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、本当にお忙しい中わざわざ本当にお越しいただいて。いや最近どうですか、お仕事順調ですか？順調ですよ。当ですか新しくですね、ビットガールズっていう番組が始まりまして、はいこれはですね、これから流行っていくだろうっていうね、そのビットコイン。これとちょっとね、密接な関係のある面白い番組なので、ぜひ見ていただきたいなと。ちなみになんかお気に入りの子とかもいるんですか？いるんですよ。誰ですか？星野さん。星野さん。知らん。柴田さんコスプレ好きなんですか？いや、毎日その子の違う姿を見れるとこれ面白くないですか？へでそこにこう楽しみを僕ちょっと得てるんですよ。今回はどんないでたちで現れるんだろう、どんなところいじってあげようかなとかっていう楽しみがまた自分の課題としてできるっていうのがいいですよね。なるほど。いや柴田さん本当にインタビューあれですね、楽というかかなり喋りますね。すみません、ありがとうございます。本当に助かります。ありがとうございます。どうでしたか先生。ね、全然何も考えてない割には対応力はさすがにある感じで。ありがとうございます。でもなんか脱線させられそうでした。なんか柴田さんがすごいトークが上手いから聞きたいことがどんどんこうなんか誘導尋問に逆に乗っちゃうみたいな感じがちょっとあって、続いて誰がいいですか。あの制服着たくねえな。なんでですか？嫌だと言われると行きたくなっちゃう。やったー、ありがとう。では苦手なタイプっぽいんだよな。柴田マネージャーの苦手なタイプ西田愛。そのハンデを乗り切り見事本音を聞き出せるか。売り出し中の女の子を見てですね、若い時の売り出し中の柴田さんについてですね、何かこう思うところとか、なんかこの女の子と重なる部分があるとか、もしそういうところがございましたら。僕たちも出る時にひな壇に座ってどうやって前に出ようか、すごく考えたんですよね。その気持ちが分かるだけに、この子も立ててあげよう、この子も立ててあげよう、この子も立ててあげようって思うんですけども、やっぱりその中にもこう差が出ちゃうからね、みんなそれぞれに力出して頑張っていただきたいなって常々思ってますね、僕は。自分がその売り出される側だったってことをやっぱ思い返したりしますか？いや、もちろんですよ。僕ら何て言ったっても商品ですからね。商品といえどもやっぱ自分たちからやっぱり光を出していかなきゃいけないってなかなか難しいですね。女の子たちは
出たいけど出れないみたいな状態の子も、多いかと思うんですが、自分を光らせてですね、見つけてって言える秘訣をお伺いしたいなと思います。勇気じゃないですか。勇気。ちっぽけな勇気じゃないですか。何言わせてんだよこれ。何言わせてんの。いいですね。見出してきました。見事。ありがとうございました。まさかそんな引き出され方するとは。ビットガールズたちのインタビューはまだまだプロの領域ではありません。そこででも私思うんですよ。今のは上辺じゃんみたいな。ちょっと番組のことも聞きたいけど、柴田さんの中身聞きたくねみたいな。みたいな感じ。でもね、中身を聞き出すのは本当プロだから。はい。リーザさんちょっと座ってみて一回。私？本当にうまいのよマジで。やめて。いや俺やってもいいけど、自分で感じた方がいいからマジで。本当に自分で感じてみてマジで面白いから本当に。なんでそんな嫌なもののなすり合いみたいになってるの。すごいんだからもう。台本にないことすごい動揺して。僕も台本にないですよこれ。ですよね。吉木マネージャーに渡された進行台本と異なるハプニングということで、緊急インタビュー吉田剛 VS 吉木りさ。確か吉木さんもいろいろありましたよね。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。吉木さんの CD 買ってますよ。本当ですか？どの CD ですか？基本ほぼ買ってますね。ありがとうございます。ヒャダインさん以前も当然。はいはい。演歌時代も。ありがとうございます。すごいよくご存知。全然。すごい嬉しい。ちょっと揉めてましたよね、そういえば。あれですか、みそのさんですか。みそのさんはちょっと交通事故が交通事故があったんですけど、ラジオでネタにしたんですよね最初。そうですね。あれはもう本当に大変だったんですけど、もうラジオでロンブーさんと千鳥さんと私と篠崎愛ちゃんで、そのメンバーとスタッフさんで新年会をしたんです。それで淳さんがちょっと奥さんを連れて行きたいって電話が来て、じゃあ奥さんも呼ぼうよってなったら、で奥さんとみそのちゃんがすごく仲良くて、なんかディズニーランドに行ってて、うちも行くみたいな感じで、みそのちゃんがじゃあ来ればっていう感じで切って恋バナになって、どういう人がタイプなの、あとはこうだって聞かれて、あそうですねみたいな普通に話してたら、みそのさんがなんかあんた全部話してること嘘やんみたいな感じで切ってってなって、いや全然嘘じゃないですよって普通に実際になかったし、なんか淳さんのことアッシーって呼ぶんですけど、アッシーがせっかく質問してくれてんのに、そんな風に流すのあかんと思うみたいな。ダメ出しみたいな感じですか。もっとここでしょ。ちょっとこじ出してしまってお互いってなって、いやそんなってなってたんですけど、だからグラビアアイドルは嫌やねんみたいな感じで話してて、ってなって、まあその時はなんか無事終わったんですけど、その次の週にちょうど私がお休みで、淳さんがまあその話をして、そしたらもうこんなに盛りに盛り上がって。で私も次の週に行った時に「どうだったの?」って言われて、ちょっと盛り上がって「いやなんかちょっともうないっすね」みたいな感じで話したら、毎週ヤフーニュースになってる謎の現象が起きて、そしたら途中から「いや吉木も悪くね」みたいになって、お互い私も「あこれちょっとプラスにならないやつだ」ってなって、その段階で気づいた。ラジオ中に電話して、で次の週に来てもらって、ですいませんでしたって謝って、でそしたらすごいいい人だったので、結局仲直りできたというか仲良くなれた感じでしたね。そこから交流が始まるという。そうなんです。素晴らしい。いい話だった。なんか急にあんまり話さないんですよ、私このみそのちゃんの件。なんかもうベロベロ話しちゃって今ちょっと心配してます。すごい。大丈夫、いい話じゃないですか。採掘テックニュース。このコーナーは巷で話題の商品やサービスを紹介していくコーナーです。本日紹介する商品はこちらです。何それ。はい。これ何だと思います？皆さん。ドローン。そうだよ。あんなのがよくわかったね。よくわかったね。誰に口聞いてんだこれ。すごい。よくわかった。はい。
れはまさに折りたたみができる最新ドローンマービックというものなんですね。マービック、はい、DJI から発売された折りたたみができるドローンマービックプロ。重さはたった 743g。 どこでも持ち運びができ、指先でコントローラーをタップするだけで誰でもすぐに飛ばせるんです。これ今こんな形なのドローンって。これどうなの？そう、中村さんご説明お願いします。このマービックはですね、非常に優れている精度の止まる技術が入ってますので、両手を離せば機体が空中の一点で止まる。そういう機能が、はい、手を離せば機体が止まる。前へ進んでても手を離せば止まる。すげえじゃん。じゃあ壁にぶつかるってことが限りなく少ないんですね。そうですね。すごい。その最強ドローン飛ばしてみましょう。いきまーす。ものすごい安定しますね。すごい。これ映像来ないんだこれ。スマホで見えてる。スマホにこんなに見える。綺麗に映る。ねえ。じゃあこれどなたか飛ばしてみたいと思いません？はいはいはいやりたい人。じゃあ佐野さん。初めてでもできんだ。これちょっとものすごい簡単ですなんか自撮りしてもらいたいですね。ね左のレバーを左へゆっくり倒してください。あ、旋回してる。みんなが映ってる。これで今自撮り。今自撮り。これで指のそこに関係者の方も結構決めてたよ今。ピースして関係者の方も決めてたよ。めちゃくちゃ面白いねこれ。ねえ、面今はこのように狭い場所なんですけども、外すごい広いところで飛ばすとすごい景色が皆さんも見ることができます。上がどれぐらいまで上がれるの？上は大体500メートルまで。 500までいける？この機体にはもうその追跡機能っていうのがついてて、映像の中から画像にして一つのこのなんだろう目標に対してずっと追い続ける。見た。はい、その機能がスマホでやってるそうです。やつ見た。はい、あのような。かけるのでずーっと。誰でも簡単に飛ばせるんでチャレンジしてみてください。以上テックニュースでした。欲しいわ。そろそろエンディングのお時間でございます。皆さんちょっと勉強になりましたか？なりました。はなんか勉強になりすぎて、なんかこれをどう処理していいかってぐらいちょっとズドーンってなんかいろんなものを得た気がします。本当に？本当に得た今日そんなに。得ましたよ。これからも頑張りましょう皆さん。はい、それでね大物になってまたね吉田さんにインタビューされる側になれるようにね頑張りましょう。はい。ちなみに番組ホームページをご覧いただくとビットガールズたちを応援できる投票サイトがあります。視聴者の皆さんぜひアクセスしてお気に入りの子を応援してくださいね。そうでございますよね。はい。今のとこ朝にゃんか。そうですね、朝にゃんが結構人気なんで、はい。それではまた次回お楽しみに。さよなら。現在番組ホームページで展開されている PR 争奪戦。今回 PR チャンスを獲得したビットガールは佐藤彩香。ねえねえねえ、チュッしよう。はい、やる。